こんにちは。ローハンターによるワイルズ表、始めていきます。2025年12月のタイトルアップデート4で、ワイルズの大きなアップデが終了。同作を振り返り、勝手に評価する企画です。我々はモンスターハンターポータブルから始めて、ちょうどモンハン歴は20年。メインシリーズは全作品、リアタイで触ってるよ。もちろん作品によって触ってる時間は違うが、最低数百時間は遊んでいるぞ。そして、3DS 作品である MH4G の現役勢です。ワイルズは 4K の要素が多く登場していますね。あくまで一部登場人物が共通する程度ですが、プレイにあたって多少は意識しました。システム的には恐竜化は 4G 以来だったりする。ワイルズは4の系譜と言えるだろう。そして一応断っておくが、この動画はあくまで一意見として見てほしい。我々は別にワイルズ隅々まで遊んでませんからね。詳細のレビューをするつもりはありません。シリーズのプレイ歴の長さを生かして、俯瞰してワイルズという作品を評価していきます。コメント等もエンタメとしてお願いしたい。ワイルズくんは特にね。さて、それじゃあやっていこう。企画スタート。まずは我々のプレイ状況を話していく。発売から約10ヶ月、どう触れてきたかだね。本編は記載の時間から語ってます。適宜飛ばしてご覧ください。我々は、モンハン新作は例外なく発売日からプレイします。歴で言うと昨年のベータテストからですね。ベータテストと製品版、どちらも PC 版だ。グラボは4070スーパーでミドルハイスペックくらいの環境。使用武器は、まずチャークを触ってガンスに移った。スキル揃うまでのチャークは拷問だったからね。で、12月時点のプレイ時間は110時間です。シリーズ中だとライズと同じくらい少ないですね。10ヶ月間で気になるアップデの旅に戻ってる感じで、一応、ハマってる時期はちゃんとありました。一番やってたのは夏の5石収集の追加アップデだね。ここで初めてエンドコンテンツに触ったかな。なわけで、ライト寄りのプレイをしていた。時間の割にハンターランクはたくさん上がった気がするけど。マジオスを初見討伐できるくらいには馴染んでました。さすがにエアプではないと思ってます。ちなみにお守りが来てからはチャークがメインでした。武器スキルが充実しましたので。夏くらいには武器調整も来てたしな。まあ普通に使えるくらいにはなってた。時系列をざっとまとめるとこんな感じだ。主に赤い背景の期間に集中して遊んでた。最も荒れてたのはラギア追加後と記憶してますが、我々はほぼプレイしてないので、対岸の火時間ありました。正確には1回だけプレイしたんですが、PC が異常に重くなって断念しちゃったんですよね。これ以降はアップデ自体に慎重になったよな。PC 破壊されちゃたまんないからね。しかし、振り返ると5隻のアップデが早まってよかったよ。この辺のワイルズマジで苦しそうだったしな。もともとは秋に実装予定だったんですっけ。ここは開発のやる気を感じられてよかったですよね。そんなわけで、以上が我々のプレイ状況でした。遊び方としてはライズの時に近いです。ライズもやらなくなるまでかなり早かったね。発売直後のボリュームは似たようなもんだったかな。モンハンのファンとしてはちょっと寂しい。寝る間も忘れてプレイしたかったな。なんだかんだ、発売直後の熱が一番高いですからね。お祭り感を楽しめるのはここだけです。じゃあここから本題ね。まず、ワイルズのいいところから語っていこう。一つ目は狩猟部分がしっかり面白いことです。ワイルズの生命線とも言える部分。戦闘の面白さは初期から評価されてた印象です。傷はともかく、集中モードもいいシステムだと思います。体験とかチャークみたいな大技持ちにはありがたいよね。攻撃を透かすことがかなり減った。各種エフェクトとか SE もおおむね良好と思う。攻撃してる時の爽快感をちゃんと味わえるね。チャーク使いとしては TU4 まで不満点だらけでしたが、5石追加後はスキルの充実で多少マシになりましたね。装備を考えるのがしっかり面白いのも良かったです。敵が少ない割には充実してたなと。新スキル試すのも面白かったよね。初期は左陣刺激が命だと思ってたな。とにかく、これらはモンハンの面白さの根幹部分だ。ここを外してないのはさすがだと思ったね。チャーク以外の武器も面白いの多かったですしね。体験、刀剣、ガンスくらいしか触ってませんけど。少なくとも MR を心待ちにしてるくらいには楽しめました。システムとかはそのまんまでいってほしいですね。アイスボーンのクラッチは我々的に微妙だったからな。集中モードをちょっと拡充するくらいでとどめてほしいね。二つ目はエンドコンテンツ周りだ。星9の攻略と5石収集サイクルの沼が深い。これは先ほど述べた装備作りの面白さにもつながるもの。5石が来てゲームの奥行きがかなり広がった気がします。重要なのが星9モンスターがちゃんと強いこと。特にラギア・アルベドあたりは最高におもろいですね。装備作るだけだと虚しく感じちゃうんだよな。強い装備が輝くような相手が欲しい。やっぱりこれが我々の好きなエンコンだ。4G のギルクエ好きな人なら分かってくれると思う。
高難度クエに収集要素が入ってるのも重要ですね。超特殊なんかは一回倒しておしまいになりがちでした。ワイルズのはしっかりこのループをさせてくれます。いろんな武器種に手を出すきっかけにもなりますね。アーティアはともかく、5隻そのものも幅が広いからな。これは毎作品そうだな。ワイルズは武器防具でスキルが違うから、お守りへの依存度が高いのも良かった。特にチャーク使ってると思いますね。この武器、必須の武器スキルが多すぎて。明らかに攻略中よりハンターランク100以降のがおもろいです。オーダー装填、強化持続、高速変形、どれも必要。打武器ですら少なからず必須スキルあるからな。スキル面は常にカツカツだ。個人的にこの部分はかなり楽しめた。MR でさらに拡張してくれることを望む。Q の報酬格差だけなんとかなりませんかね。レウスが1個枠なのにはビビりました。いいところの3つ目はこれ。ゲーム開発側の姿勢の話になるが。特に2025年夏以降に見られる傾向ですね。この辺はワイルズ界隈が最も荒れてました。特にワールド以降に感じていることなんですが、モンハン開発陣には非常に強いこだわりがあるようで。まあ、ものづくりでこだわりがあるのは自然なんだけど、その程度の話だよね。ゲームの場合はそれをプレイするユーザーがいる。いいかどうかを判断するのは常にこちら側だ。このこだわりへの評判がよろしくないんですよね。満点のゲームなど存在しないですが、ワイルズは特に。良くも悪くもアーティストってのをどっかで見たな。それが年々強くなってるように感じる。ワイルズで言えば、世界観問題はよく取り沙汰されたね。放棄が許されてんならもう何でもありだが。この産物が簡易キャンプ破壊や装備再使用の使用。初期はまあ不便な要素が多くありましたね。ただ、ワイルズではここへの批判にちゃんと対応しました。キャンプを攻撃しなくなる変更が驚きましたね。こういうの意地でも直さないと思ってたからね。いい意味で開発姿勢の変化を感じたかも。この変化は非常にいい傾向だと思ってる。今後の作品でもぜひ続いてほしいところだ。とにかくユーザー目線で考えてほしいところです。本来なら釈迦に説法もいいとこなんですが、正直まだ細かい不便な点はたくさんありますが、根幹部分に手を入れてるのは好印象という話でした。我々はとりあえずプレイするからまだいいけど、せっかくワールドで新規ファンを掴んだからな。ぜひこの IP をもっと盛り上げてほしい。切なる願いだ。はい、それじゃあこっからはネガティブな話。良くないところを上げていくぞ。まずはこれ、発売時の完成度が低いことです。最初から火力高いですね。いいところで批判に対応したと言いましたが、裏を返せばワイルズは不評な要素だらけでした。これはモンハン動向っていうか、もっと根源的な話。発売時は一ゲームプログラムとして未完成すぎた。大きくはボリューム不足、不安定な動作、UI 不良。この辺が特に気になったかな。我々、クラッシュ経験こそ少なかったのでまだいいですが、ボリュームと UI 面はかなり不満でしたね。ボリューム不足は新作だし1000歩譲って仕方ないとして、画面情報の分かりづらさは歴代トップだと思います。これについては今でも思うよね。メニュー、アイテム、マップ、施設、すべてが分かりづらい。これらは慣れでカバーできるものはあるけど、なんでここまで分かりにくくなるのかな。シリーズを重ねて要素が増えたってのはありますけど、従来の要素まで解約されてるのは謎でしたね。我々はアプデごとに戻ってるわけですが、その度に再度慣れるとこから始めてます。やっぱ、一番謎なのは過去作で好評だった要素が、毎度リセットされるとこなんだよな。開発チームが複数走ってるのはわかるんだけど、根本的なとこは統一しててほしいよね。なんかこれについては話がまとまりませんね。このゲーム、細かい不満がありすぎて。プレイした人には分かっていただけると思います。各所で疑問に感じる要素があるんですよね。MR どうすんだろうねこれ。メニューとかマップはある程度引き継ぐしかないだろうし。コンテンツさえ面白ければ許せる部分だけど、できるだけハンターランクのうちに修正してほしいな。ここは開発を信じるしかないですね。直近の前向きな姿勢に期待。では続いて、新要素全外しからのゴテゴテ対応。これもまあ似たような話ですね。一つ目は環境面だけど、こっちはゲーム内の要素ね。ワイルズでは多くの新要素があったが。残念だが、実装された要素は毎回不評だった印象。開発側とユーザーの面白さがずれてるね。リアリティの追求といえば聞こえはいいんですが、こっちは別にリアルを体験したくてモンハンやってません。発売時に言われたのは、やはり世界観重視の部分。キャンプ破壊やフラフラする受付がこれですね。アプデモラギアの水中戦なんかは顕著だったね。せっかくモンスター本体は面白いのに。一生懸命作ったものを見てほしいのはわかるけど、強制された瞬間に煩わしさに変わるんだよな。ラギアはその後龍谷への出現がアナウンスされました。もともと予定されてたのかなとは思いますけど。なぜこうもずれてくるのか不思議です。テスターの質化量が足りてないんでしょうかね。
感覚的には質が足りてないんだろうと思う。ユーザーがなぜモンハンを遊びたいかの視点だね。結局、最終的には平坦なマップで1対1してエンドコンテンツ回すことになるんだよな。4G も通常マップが不評すぎて、エンコンロが遊びやすくなってますしね。この辺の割り切り方がモンハンには不足してます。視点が開発側にしかないんですよね。ハードの進化が悪影響を与えてる感あるよね。おそらく開発がやりたいことは昔から変わってない。昔はそれをハードの性能が抑え込んでたんだと思う。表現を削らざるを得なかったというか。ただ、ユーザーはユーザーで表現の進化を待ち望んでいたのも事実でしたね。ところがいざ組み込まれるとゲーム体験の妨げになるだけ。この辺は難しい問題ですね。起伏の激しいリアルの砂漠なんか歩きたくないわけ。真っ平らってのも違和感あるけどさ。ここが今後どうなるかがすごく気になるね。それ次第で、モンハンのあり方がだいぶ変わる気がするぞ。ぜひ、戦闘に重きを置いて進化してほしいですね。20年のファンとしての望みです。それじゃあ良くない点の3つ目ね。シンプルにボリューム不足。これは主にエンドコンテンツ周りのこと。お守り周回にもっとバリエーションが欲しい。前の2つに比べるとポジティブな要望と言えます。エンドコンテンツ自体は面白いと思ってるので、現状の星級クエをもっと拡充してほしいんですよね。対応するモンスとクエ入手の手段が足りてません。まずお守りの入手数、底上げしてほしいよね。やっとクリアして鑑定3つじゃがっかりきちゃうよ。1個枠だから楽とかじゃ全然ないですからね。なんかギルクエの報酬体系に似てます。あとクエストの入手と受注ももう少し楽にしてほしいです。出戻り組にはきつい仕様で。おかげで星級はもっぱらマルチプレイだ。受注回数の制限もいらないような。調査クエ配布とかもあったら、マルチでの交流も広がると思うんだけどな。そういえば、マルチらしいことなんもしてないですね。ワールドではマムやら何やらあったんですが、集会所も催事でチラッと覗いただけ。人数多すぎて逆にやることないんですよね。今思うと、ギルクエの配布機能って画期的だよな。最終的には同じものが出回るけど。とにかく、厳選作業にもっとアクセスさせてほしい。何度も言うが、物自体はいいからさ。いろんな敵がいた方が装備更新もやる気になりますしね。もっと沼深い好循環ができると思います。巨石アーティアは大体が難しいですが、お守りならいかようにもできそうです。ロードマップ的にワイルズ中は変化なさそうだが、ここは一番 MR に期待してるところだね。じゃ、最後に総評して締めに入りたいと思う。ワイルズに点数をつけるなら70点くらいかな。発売直後は50点で赤点レベルでした。あんなに早くやらなくなったモンハンは初めて。というより TU4 までアップデされて、ようやく完成品を触ってるような感覚です。発売時が薄すぎる問題は何もワイルズだけじゃない。ワールドからずっと変わらない不満点だ。この傾向、そろそろ途切れてほしいんだよな。グラや世界観なんてほどほどでいいからさ。BAR するにはこういう要素必要ですしね。ある程度はしょうがないと思います。ただ、ワイルズでは犠牲にするものが多すぎましたね。いよいよユーザーの我慢が限界に来てる気がします。ワイルズが批判されてる要素って昔からあったんだよな。最適化不足とかは置いといて。ユーザー目線でない要素やボリューム不足。この辺はワールド以降ずっと付きまとってる。それだけモンハンが世界に広がったんでしょうね。それ自体は素晴らしいことなんですが。単純に認知の拡大にモンハンが追いついてません。もう尖ってる場合じゃありませんよ。今後のモンハンをどうしたいか、開発次第だね。ユーザーに合わせるのかこのまま突き進むのか。多分だけど、ワイルズがシリーズの分岐点になりそう。期待やら不安やら複雑だよ。我々としては、とりあえず新作は遊び続けます。20年ずっと好きな作品ですので。ただ、従来の姿勢のままでは相当厳しいとこに来てます。この路線で行くと、シリーズ自体が危ういでしょうね。なんとか軌道修正してほしいよね。全員が満足することはもう不可能だと思うけど。みんながモンハンに求めるのは、狩りの面白さなはず。そこさえ守ってれば大崩れはしない気がする。我々が遊ぶ理由もここですからね。言うてもこんなおもろいゲーム、他にないんで。ワイルズで狩猟部分が崩れてないのは希望です。モンハンシリーズには途切れないでいただきたい。さすがに次で何らか対策は打ってくるはず。こんなでかい IP 手放せるわけないし。直近の開発の姿勢は前向きなものだと思う。なんとか立て直してくれ、頼む。シリーズが盛り上がればリマスターも期待できます。我々的にはここも大きい。というか、そろそろ出ても良くないですかね。来年で MH4G からへと一周しますよ。何にせよ、期待できるコンテンツがあるのはいいことだ。生活に張りができるからな。ワイルズはライト勢もいいとこなんで、深くは語れんが、一モンハンファンとして期待したいと思う。次の大きな発表はいつでしょうね。おとなしくそれを待つとしますか。ほいじゃ、次の動画で。またね。